おはようございます。パストの小野です。今日は3月12日の土曜日、快晴です。僕も T シャツ短パンです。ただお客様がいないので今日はツアーがないです。悲しい。で、せっかくなんでですね、西表島何か YouTube 用に撮影して回りたいと思い、ちょっと朝から悩んだんですけども、今日はですね、レンタカーで回る西表島西部地区っていうことで、レンタカーで回れるね、この上原港周辺の見どころをご案内したいと思います。ざっくりなんですけども、西表島っていうのはですね、この上原港を中心とする西部地区と、もう一つの港大原港を中心とする東部地区に分かれてます。で、上原港と、大原港はね、車で1時間約50キロぐらい離れてますので、今日はこの上原港周辺の西部地区をご案内したいと思います。じゃあ順番に行ってみましょう。はい、まずは上原港を抜けて左に曲がってきました。上原港周辺が上原集落、そのお隣が、船浦集落、そして海の上に架かる橋、通称海中道路を渡ったところに今来てます。船浦港を抜けるともうあとは東部地区まで集落は一切ないです。そしてこの海中道路から見れるのが、じゃーん、映ってるかな、比内佐原の滝です。ちょうど山の中腹にあるんですけれども、沖縄県で一番落差がある滝です。あそこに行くツアーが西表でもすごい人気なんですけれども、僕も以前 YouTube の方でご紹介させていただきましたので、もしよかったらね、見てみてください。で、この海中道路を渡ったところがちょっとした車止めもあるんですけれども、こんな感じで西表石垣国立公園の説明なんかもあります。そしてその向こうにじゃーん、西表山猫のブロンズ像が見えます。国指定特別天然記念物西表山猫、これ実は1体1000万円かかってるそうです。西表に2体あって、もう1体は東部の方にあるんですけれども、こちらがそのもう1体のブロンズ像です。じゃあさらに、東側の方にちょっと車を走らせていきましょう。はい、今こちら大見茶ロードパークっていうところに来ました。ここは夏場ね、シャワークライミングって言って川遊びですごい人気があるところなんですけれども、この端っこにですね、マングローブの遊歩道みたいなのもありますので、ちょっと今そちらに行ってみましょう。
この周りに生えてるのはほとんどがオヒルギっていうマングローブです。もう鳥の声しか聞こえないですしね、すごい癒しの空間になってます。ちょっとマングローブを近くで見たいなっていう人にはすごいおすすめの場所でもあります。はい、本当はですね、海に張り出してるところにも、遊歩道が少しあったんですけれども、これがね、そうなんですけども、台風で壊れちゃったのかな。ちょっと久々に来たんでよくわからないんですけれども、そんな感じです。で、今度駐車場の向こう側にね、展望台もあります。ちょっとそちらに行ってみましょうね。はい、ここが展望台です。海が一望できてね、めちゃめちゃ気持ちがいいです。ここでお弁当とかね、食べてるツアー会社さんなんかもたまにいるんですけども、ほんと価値があるぐらいいい景色が広がってます。I keep trying to find myself lost in your eyes and I can't find my way out. Smoking mirrors, faded views. There's nothing I can do when I'm with you. You light up the dark, got me to places straight from your heart. I know that I'll cave in, give you a head start. We're better together, like birds of a feather. I picture us together when we're not together. I see me with you when we're under the weather. We'll survive the pressure. I will never turn my back, never turn my back on you. If で、この展望台のね、横から今度は川の方に降りれます。ちょっとそちらも行ってみましょう。こんな感じでもう直接川のところまで海辺まで来れます。ただここ苔が生えてるとこなんかはもうめちゃめちゃ滑りますんでね、絶対普通のビーチサンダルとかでは気をつけてください。つるーんと滑ってね、頭割れちゃいますんでね、ほんと気をつけてください。水は結構冷たいです。最近雨が降ってないんで多分これ水量少ない方だと思うんですけども、大雨の後なんかは多分この辺りまでも全部増水もしてると思います。夏場なんかに来るのはね、めちゃめちゃ気持ちよさそうですね。
はい、ここが大見茶でした。じゃあ次はまた上原の方に戻りつつ、いろいろご案内していこうと思います。はい、西表島には川がいっぱいあるので、必然的に橋もいっぱいあるんですけれども、その橋の全部じゃないんですけども、いくつかにはですね、この面白いモニュメントっていうんですかね、形があります。これをね、順番に見て回るのも面白いかと思ってで、今日はいくつか紹介していきたいと思うんですけども、ちなみにこの大見茶橋は何でしょう、これ蝶々の形してるのかな。はい、そんな感じです。じゃあちょっと次行ってみましょう。西表島の法定速度は40キロです。で、集落内は30キロっていうことになってます。なぜかというと、やはり天然記念物の西表山猫のね、交通事故が後を絶たないのが一番の原因なんですけれども、道路のね、ところどころにこの移動式の立て看板があります。この移動式の立て看板はですね、最近山猫が出たっていう目撃例のところに、環境省の方なんかが移動させてるので、特にこの看板があるところは気をつけて運転してください。I keep trying to find myself, lost in your eyes and I can't find my way out. Smoking mirrors, faded views. There's nothing I can do when I'm with you. You light up the dark, got me to places straight from your heart. I know that I'll cave in, give you a head start. We're better together, like birds of a feather. I picture us together. はい、このクーラ橋のたもとにですね、駐車場というかちょっとした車止めがあります。で、そこからですね、歩いてほんと1分ぐらいで海に出れますので、ちょっとドライブの途中海を見たいなとか、海辺でお弁当食べたいなっていう方にはおすすめなんで、少し紹介していきましょう。ちょうどここが車止めです。橋から10メーターぐらい東に行ったところです。で、その横すぐに海に降りれるようになってます。こんな感じでですね、ちょうど正面向こうに見えてるのがあれが鳩間島です。で、こっちに小さく見えてるのが鳩離島っていう無人島です。で、ほぼほぼ人がいないんでね、ここでのんびり海を見ながらお弁当とかちょっと休憩するのとか最高だと思いますので、ご紹介させていただきました。特にビーチっていうビーチ、名前はないんですけれども、クーラ橋のたもとのビーチです。今、上原港まで戻ってきました。これからさらにですね、星砂海岸とか白浜の方まで回りたいんですけれども、ガソリンがちょっと少なくなってきたので、ちょうど給油していこうと思います。この上原港を出てすぐのところにガソリンスタンドが1軒ありますので、そちらでいつも給油させてもらってるんですけれども、ちょうどこの機会にですね、西表島あるあるを2つご紹介できたらと思いますので、ちょっと給油しに行ってみましょう。はい、今の画像の中にですね、西表島給油所あるあるが一つ隠れてたのがあったんですけども、分かりましたか？答えはですね、料金が掲示されてないっていうことです。
西表島には4つ給油所があるんですけれども、どこもですね、内地みたいに外からわかるリッターいくらっていう料金が提示されてません。なので入れてみないとわからないっていうのが西表島あるあるの一つです。そしてもう一つのあるあるがこちら。映るかな。今原油高なんですけれども、西表島リッターでこれで184円のこれ消費税別なんで、消費税入れると今リッター202円です。やばいです。めちゃめちゃガソリン高いです。これが2つ目の西表島あるあるでした。じゃあ次の観光名所行ってみましょう。ここは中野海岸です。ちょっと今雲が出てきちゃったんですけれども、ここもまた綺麗なビーチの一つなんでね、ちょっと見に行ってみましょう。はい、軽石がすごいです。あと漂着ゴミもすごいので、思ったより綺麗とは言えないかもしれないですけども、日が差すと海の色がねめちゃめちゃ綺麗なので、もしよかったらぜひ来てみてください。ここはもう西表でも一番有名なビーチですね。星砂ビーチです。ちょっと行ってみましょう。一組しか人がいません。こんなにいい天気なのにもったいないですね。でここはその名の通り星砂があるんですけれども、人が歩くようなところにはやっぱもうほとんどなくなってるんで、こういったねちょっと水が引いて、普段は水の中にあるようなところを探すとですね、星砂もありますんで、ぜひぜひちょっと膝ぐらいまで水に入って星砂探してみてください。今一瞬太陽が出たんですけども、ここはですね夏になると海水浴客とあとシュノーケルする方で結構な人で賑わってます。特にこのビーチの左奥の方、こっちですね、サンゴめちゃめちゃ綺麗です。魚も多いです。すごく楽しめると思いますので、ぜひねここでシュノーケルもおすすめです。ただその時ね2つだけちょっと守ってほしいことがあります。1つはもうできるだけサンゴの上に立たないでください。どうしても足のついちゃう水深なんで、みんなすぐ足ついちゃうんですけども、サンゴ折れてすぐ死んでいきます。シュノーケル中は足をつかない。あとできるだけ餌付けもしないようにしてください。生態系やっぱり狂っちゃいますのでね、極力餌付けをしない、自然のままの姿、自然にお邪魔しているっていう気持ちで見ていただければ、この豊かな自然も残っていくと思いますので、その点だけちょっとご協力いただければと思います。今日は一応ドローンも持ってきてるんですけれども、ちょっと雲が多いので
次の地点に行こうと思います。ここはうなり崎公園です。西表島のちょうど北西端にあるので、景色がめちゃめちゃ綺麗です。そして、ここは水平線に沈む夕日が見れるのでね、夕方になると島の人だ観光客なんかもいっぱい来てます。おすすめの夕日スポットの一つでもあります。I keep trying to find myself, lost in your eyes, and I can't find my way out. Smoking mirrors, faded views. There's nothing I can do.続いては月ヶ浜に来ました。ここは星野リゾートさんの目の前のビーチなんですけれども、ここはビーチが綺麗っていうよりかはやはり夕日スポットですね。夕日がめちゃめちゃ綺麗です。ちょっと行ってみましょう。ここは夕方になると人は増えますけども、日中はもうほとんど人がいないのでね、波の音を聞きながらまったりするには最高の場所だと思います。I keep trying to find myself, lost in your eyes, and I can't find my way out. Smoking mirrors, faded views. There's nothing I can do. When I'm with you, you light up the dark, guide me to places straight from your heart. I know that I'll cave in, give you a head start. We're better together, like birds of a feather. I picture us together when we're not together. I see me with you when we're under the weather. We'll survive the pressure. I will never turn my back, never turn my back on you. There's so many times I counted your lies. ここは浦内川です。沖縄県で一番大きな川、そして日本で一番住んでる魚の数が多い川でもあります。で、この橋の奥から遊覧船乗り場があって、そこから遊覧船で40分ぐらい行くと
軍艦岩っていうところに行きます。で、そこから約45分歩くとマリュードの滝、さらに15分歩いてカンピレの滝まで行くトレッキングルートも人気があります。そこまで行って戻ってくるのでだいたい2時間半から3時間ぐらいのコースになると思いますけども、歩くのがね大変な方は遊覧船だけのコースっていうのもありますんでね、ぜひマングローブの雰囲気を味わいたい方は遊覧船だけでも行ってみてください。それだとだいたい往復で1時間20分ぐらいになるのかな、それぐらいになると思います。ここはね四五線モニュメントっていうところです。四五線っていうのは地球に縦に線を入れて主に時間を決めるのに使ってる線だと思うんですけれども、日本では兵庫県の明石が135度35分で標準時四五線となってます。でここがたまたまなんですけれども123度45分 6.789 秒っていうところを通ってるんで、1から9までのゾロ目っていうことでこんな感じでモニュメントが立ってます。ここは阿蘇内漁港のすぐ隣にある東屋です。こんな感じでね、トイレもあるし、ちょっとした日陰のベンチもあるしで、結構島の人が小さい子供を連れてここでお昼食べたり、休憩しに来たりもしますし、また真正面にね、これ蘇内丸間ボンさんっていうちっちゃな島があります。その右奥にあるのが外離島、左奥にあるのが内離島、そして隣が蘇内漁港です。でここはちょうどね水平線に沈む夕日なんかも見れるんで、夕方この辺りに人が集まってきたりもします。ちょうど風も当たらなくてね、今日も穏やかなんでめちゃめちゃ気持ちいいです。ここもちょっと休憩するのにおすすめのスポットになります。ここが西表島の道路の終点、白浜集落、そしてそこにある白浜港です。西表は道路が島を一周できないです。半分3分の1ぐらいしか道路がないんで、ぐるーっと回ることはできなくて、ここがその道路の終点になります。そしてバスの終点でもあります。日本最西端のバス停。路線バスでいう駅、バス停で日本の最西端のバス停だそうです。そしてここが船でしか渡れない集落、船浮への船乗り場です。
はい、これも先ほどの備えと同じく、四五線モニュメントですね。北緯、東経123度45分、6、7、8、9秒を通ってる、ね、ラインです。で、ここの白浜の四五線は日時計になってるって聞いたことがあるんですけども、ちょうど今1時30分、ちょうど位置のところに影が来てます。これ全部ね、石があるところがちょうど時刻を指してるんですけれども、日時計になってるみたいです。で、この先向こうにあるのが小中学校なんですけど、今は小学校かな、白浜小学校ですね。で、ここでもう完全に道路の終点です。聞いたことがあるのは、ここがもう日本の県道の終点って聞いたこともあるんですけども、もし間違えてたらごめんなさい。こんな感じでですね、今日は西表の上原港を、発着点とする西部地区のレンタカーで回るね、名所をご案内してきました。皆さんの旅の参考になればと思います。また後日、今度は大原港を中心とする東部地区なんかのね、見どころもご案内できたらと思いますので、楽しみにお待ちください。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。